おはようございます。早いね。起きたよ。ほんと。ポーさんおはよう。うわ、怒ってる。めっちゃいい匂いするんだけど。あ、インコがちょうど来た。お、うまそう。なんか、ちょっと分量間違えたとか言ってたけどね。うまくできた。あ、ちょっと剥げた。うまそうなパン。目覚めましたか、ポーさん。なんか昨日の夜から怒ってます。はい、ということで、現在時刻6時半ぐらいです。朝散歩に出てきました。ということでですよ、この動画から iPhone 16 Pro で撮影してみてます。どうでしょうかと言ってもね、この iPhone のディスプレイや前使った13 Pro との違いは分かりにくいと思うんで、後で大きい画面で見てみた方がね、分かると思うんですけれども。でも、3世代も違うし、今、現行最新の iPhone ということで、かなりこれは期待できるのかなと思います。また一層画質が上がったのではないでしょうか、私の Vlog も。で、初めてですね、これも今はこの iPhone 16 Pro だけ持って外に出てきてます。昨日は13 Pro も持ってて2台持ち歩いてたんですけれど、今日からはもう完全にこの16 Pro だけで、これも通信はもちろんこっちのスマホにね SIM カード入ってるし、移行とかも昨日も結構いじってたんで、移行とかもだいぶ、まだ支払い系がちょっと移行できてないんでね、買い物するときとかに決済がね、多分現金しか使えないんじゃないかな。まだこれに支払い方法移行してないんで、でもそれだけですかね。ただこうやって YouTube の撮影とかに使う分にはもう全然、大丈夫なようになったんでね、いつも通り、Vlog 撮りながら iPhone 16 Pro の使い心地を見てみたいと思います。そう、わざとねカメラをあまり使わないようにしてたんですよ。やっぱり感動があった方がいいかなと思って、この動画を撮るまでなるべくカメラはね触らないでおきました。もちろんね、この触り始めて昨日一昨日セッティングしてて、この本体のデザインとか使い心地とか、あとケースとフィルムもつけて、そういうのは楽しんだんですが、今日からはカメラですよ。もうこの iPhone 16本当にもうカメラで選んだんでね、このカメラがなかったら16とか性能的には 16E とかでもね全然十分なんですけれども、やっぱ私ね望遠レンズが欲しいということで、16にはね広角レンズと超広角レンズしか搭載されてないんですが、16 Pro には5倍のズームレンズ搭載ということで、あとあれですね、画面のプロモーション 120Hz がね、やっぱり13 Pro からの乗り換えなので、ちょっと 60Hz のスマホには戻れないかなっていう感じもあって、16 Pro にしたという感じで選んだので、詳しいことはね多分前の Vlog でいっぱい喋ってるんで、そんな感じでね、このスマホもう急に選んだんですよ。今回の規制でまさかスマホ買うと思わなかったんでね。ということで撮影をね楽しんでみようかなと。ちなみに今これ撮影の設定は昨日も一応カメラの設定はね今日すぐ撮り始められるようにいじっといたんですけれども、 4K の 24fps で、あとあまりね iPhone そのままの設定だと明るすぎるんで露出を 0.7 下げてます。 0.7 で今これは 0.5 倍の超広角レンズで撮影してます。これが私結構超広角レンズすごい好きで多用するんですけど、やっぱこれがね iPhone 13 Pro の場合だと特に暗所で結構
ノイズが出ちゃって使い物にならないような映像になっちゃったりしてたんですよね。それがこの最新の16 Pro だとそこが一番の期待ポイントかな。暗所でもこの超広角レンズ、映像がマシになってるといいなと。そう、結構暗所でもやっぱ広く撮りたいなっていうのは無理な話かもしれないですけどね、あるし GoPro とかも持ってるんですけど GoPro も本当暗所弱々なんで、この16 Pro の、超広角レンズがね暗所にも強くなっていくことを期待して、昼間なんで今はすごい綺麗に撮れてると思いますけれども、ということで白湖公園に来てみたんですよ。桜がね結構綺麗ということでいいですね。バスで来た時に少しだけちらっと通ってね綺麗だなと思って、なんか家族も綺麗って言ってたんで散歩がてら来てみたんですけれども、いい。ただ葉っぱがちょっと混ざり始めてるので、もう本当に今週の土日ピークだったんですね。会津も鶴ヶ城で日本酒飲んでもあれ最高だったんですけれども、いい時に来ましたよ。もう仙台も会津もちょうど見頃の時をね、こう見頃の場所を移動するみたいな感じで、なんかちょっと綺麗になってる。なんか前もうちょっと草がボーボーでなんか使われてない感があったんですが、ちゃんと手入れされてますね。綺麗になってます。ここの公園はね、子供の時に祖母の自転車の後ろに突きられて連れてきてもらった思い出があるんですよね。かなり懐かしいです。だいぶ雰囲気は変わっちゃいましたけれども懐かしさはあります。こっちの北側のエリアには結構木とかが生えてて探検してたんですけど、今全部刈られて平地になってるっていう感じで、だいぶここら辺は変わった。そう、ここの川に落ちかけたことがあったりとかっていう思い出があるんですけど、ちなみにこの iPhone16 Pro で追加されたカメラコントロールボタンですね。これ結構16 Pro を買った方の、話だと正直あんま使わないみたいなね話を聞いてたんですが、確かにあれだね、横持ちだと使いにくいかもしれないですね。なんかこうデジカメみたいにパシャパシャできるかなと思ったんですけど、なんかね持ち方が私の持ち方だとねちょっとやりにくいというか、ピッチして持つ感じだとね押せるんですけど、なかなかそれ不安定だし、多分これアップル側はね縦で写真撮ったりとか、あと縦動画ショートとか TikTok とかの動画撮るときは使えるのかもしれないですね。親指で押す感じで右手の場合は使えると思うんですけれども、横動画の場合はちょっとあんまり恩恵が得られないかなっていう感じはいたしました。使い方だと思いますけどね、少なくとも今の私の使い方ではあれかなっていう感じはするんですが、カメラの起動の時はこれめちゃくちゃいいですね。iPhone スリープの状態でもこのアクションボタンを2回ダブルクリックすると iPhone 起動できカメラ起動できるんですよ。なのでそれはかなり便利です。今までは iPhone ロック画面デフォルトの設定だと右側からスワイプするとカメラ立ち上げられたじゃないですか。それも十分便利だったんですけれども、さらに便利になったと。もう画面をつけなくてもこのボタンだけで起動できるっていうのはかなり便利かも。だからもう指の感覚だけでもうポケットに入れた状態から手元に持ってくる間にカメラ起動して、カメラがスタンバイできた状態でこうやって構えられるっていう。なのでカメラの起動時間、そしてやりやすさは確かにこのカメラコントロールによって良くなってる気がします。でこう持った感じはね、正直iPhone 13とは変わんないかな。大きさも形状もあんまり変わらないので、10R から13に乗り換えた時はエッジの部分の形状が変わったのでかなり違い感じたんですが、でも16の方がねちょっと角が取れたというかね、正直13は角がね手に刺さる感じがあったんですが、この16 Pro に関してはちょっと R が緩やかなカーブなので全然手に刺さる感じなくて、こう角張ったデザインなんだけど持ち心地がすごい自然みたいな感じで、これはいいポイントですね。
なのでそういう面ではこの16 Pro の方が持ちやすいです。これは多分ねケースの問題だと思うんですけれども、結構ボタンが大きくなって押しやすいです。多分本体のボタンの大きさっていうのは13から変わってないんですけれども、私今回シュピゲンのケースをつけてるんですけれども、13は、アップル純正のクリアケースつけてましたね。でもこのシュピゲンのケースはね、なんか、外から見ても分かるぐらいボタンがねすごい大きくなってるんですよ。なのですごい押しやすいし軽いんですよね。でしかもカメラコントロールの、部分もカバーされてるんですよ。カバーされてるんですけれども、なんか全ての機能にちゃんと対応してるみたいですっていうシュピゲンのケース。これね、今装着してるんでお見せできないんですけれども、かなりおすすめですよ。シュピゲンのねクリアケース、マグセーフがついたクリアケースですね。白いマグセーフのマグネットがついた。で今ちょうどスマイルセールやっててね、2999円で買えたと。かなりこれコスパいいと思います。お次はここですね、中央公園。そう、せっかくこの iPhone16 Pro を購入したんで、広い場所でズームをね見てみたかったんですよ。今これ超広角で撮ってますが、これ1倍です。多分この1倍等倍のねレンズ、これが一番綺麗なんじゃないかなと思いますね。多分一番いいカメラだと思うんでね、このメインのカメラが。アラーム止めてなかった。でこれが2倍です。で2倍に関してはですね、これデジタルズームなんですけれども、画質が落ちないと。今これ 4K で撮ってるんですけれども、 4K の画質保ったまま2倍のデジタルズームが使えるみたいです。メインのカメラが48メガピクセル、4800万画素あるんで、それを2倍ズームしても12メガピクセルのピクセル数を保つことができるっていうので、だから iPhone13 Pro のメインカメラの画質をこれ2倍ズームしたとしても保てるという感じなので、もちろんフル HD とかはもちろんね 4K 画質であっても、このデジタル2倍ズームしても画質が落ちないという、すごいっすよね。で5倍、5倍すごっ。この状態でちゃんと5倍ズームで音声撮れてるんですかね。ちょうどこうハトが来てみたいな感じ撮れますが、すげえな。5倍ズームめちゃくちゃ望遠できますね。ただやっぱちょっとこの2倍と5倍だとね、 iPhone13 Pro の3倍ズームが、ちょっと恋しい感じはしますけれどもね、やっぱ3倍ぐらいがしっかりくるかな。5倍はちょっとズームしすぎな感じがするんで、あんまり使うところがあるかな。こんだけ広い公園でも結構望遠するんで、せっかくなのでこの5倍、望遠レンズ活用できるようにしてみたいと思います。で一気にドンと、すごいな。0.5 倍までズームアウトしました。いいっすね。すげえ。これがポケットに入るカメラだとは思えませんよ。すごいっすよね。 iPhone13 Pro の時もね3倍ズームからすごいなと思いましたけれども、それ以上の性能がありますから、一応静止画も撮っていこうということで、静止画もかなり綺麗になってると思いますよ。というかこのメインの広角レンズは48メガピクセルですからね。今回前の iPhone13 Pro は12メガピクセルだったんで、4倍の解像度で静止画は撮れるようになりましたね。だから2倍のデジタルズームしても12メガピクセル、やっとその iPhone13 Pro のメインカメラぐらいの画質保ってるっていうね、すごいっすよね。4800万画素で超広角と5倍望遠でも12メガピクセルの解像度を保つということで、この 4K の動画だと12メガピクセルと48メガピクセルのそのピクセルの差っていうのは分かんないと思いますけどね、これがね 8K の動画とか撮れたらね、もう 8K でやりたいんですけど、さすがに 8K 対応はまだしてないということでね、そろそろしそうな気もするんですけれどもね。葉桜もすごい好きなんですよね。もう桜が見頃が終わっちゃった感はありますけれども、この緑とピンクの組み合わせっていうのもなかなか綺麗で、あとこの地面に
散ってる感じね。これもなんか雰囲気ありますよね。もうてか iPhone って機種変更するたびに思いますけれども、めちゃくちゃ楽ですよね、移行が。前の13 Pro からもね、もう本当に違和感なく移行できて、全然ストレスなく使えてるという感じでいいです。やっぱりこれ多分 iPhone16 のレビューの方の動画にあげようと思うんですけれども、機種変した日の夜に酔っ払って、鶴ヶ城で日本酒飲んで酔っ払って、でその時13 Pro 持ってたんですけど、父親が携帯ショップで契約してくれた時に、まあそっちに電波移行するのに13の方の電波を切られちゃったんですよね。それで通信ができなくなっちゃって、母親と2人で酔っ払った状態、飲み仲間とも離れて、もう家にたどり着くまで大変だったんですけれどもね、まあそういう事件があって、ただね、そんだけ大変だったのに家に帰ってこの iPhone16 Pro があったんで、テンション上がって初期設定、そのベロンベロンの状態で初期設定ができたというね、それだけ Apple 製品の初期設定は簡単ということが分かりましたね。さすがですよ。お、小貝神社も桜祭り的なのやってるんですかね。確かに綺麗そう。ちょっと覗いてみます。お参りもしてきます、行くなら。ちなみに桜を背景にインカメラどうでしょうか。これ iPhone15 Pro ね、違う16 Pro、このダイナミックアイランドの中にねインカメラがあるということで、でも私動画でねインカメラ使わないんですよね。でもこれが良かったら使ってもいいかなと。でもやっぱちょっと画角が狭いし、ちょっとこれ横こうなっちゃうんですよね。中央に顔を置いとくのが難しい。ただこれも 4K の画質出るだろうし、まあ機会があれば使ってもいいかもしれませんけどね。あと一番目線がずれるってのあります。プレビューがあるとどうしてもこっち見ちゃうんですよね。なので私は自撮りは超広角カメラ派です。画面を後ろに向けてるんでプレビューは見えませんが、でもプレビュー見えないからこそ目線がしっかりカメラから外れないっていうのがあるんでね。でしかも超広角なんで周りも映ってっていうので、やっぱりこっちかな。インカメラが悪いとは言わないんですけれどもね。ていうかあれはフェイスタイムとかで使う分にはね、すごいいいカメラというか、あんまり広すぎても困ると思うんでいいんですけど、やっぱりこのリアについてる広角カメラの方、超広角カメラの方が私の動画の場合は自撮りにいいかもしれませんね。すげえことになってるな。このモンスターのルビーレッドっていうテイスト、なんかこれね、仙台のコンビニでモンスター2本買うとシールもらえるっていうので、多分このキャラクターのねシールがついてきた記憶があるんですけど、これは売り切れてたんですよね。だからちょっと飲んでみたかったんで買ってみました。どんな感じなんでしょうか。あ、これ想像以上に美味しいわ。かなり好きな味ですね。なんかこのモンスターのこういう味がついた系というか、普通のオリジナルのやつ以外って結構エナジードリンク感があんまないような感じがあったんですけど、これはちゃんとモンスター特有のパンチを残してる感じで、味もね甘さに全振りしてない感じで、ちょっと酸味があってすごい美味しいですね。かなり好きな味かもしれないですね。結局モンスターってこういうの飲んでもオリジナルの緑のやつが一番美味しいと思って結局戻ってたんですけれども、これはちょっと売ってたらまた買いたいレベルで美味しいかもということで、ここら辺のエリア散歩するのあまりないんですけれども、こっちに来てみたのはここにあった結構デカめのスーパーイキオク、これがね解体されてしまってということで、ここねかなり子供の頃から連れてきてもらった場所なんで、かなり寂しいですね。今年の1月ぐらいに閉店してすぐ解体が始まったようです。あ、本当にない。横で今でも、でも新しく建てるから看板残してると思うんだけど、あんなに大きかった建物がなくなってます、完全に。こんな2、3ヶ月の間で跡形もなくなくなって瓦礫だけが残ってます。ちょっと寂しいですね。完全更地になってます。もうこれね40年ぐらいあったみたいなんでね、1980何年とか書いてあったんですごいですよ。
またもう一回建物建て直してオープンするみたいなんでね。ここの駐車場の作りもこうひどくて、やっぱこう見るとすごいなんか盛り上がってて不自然な作りしてますよね。新しくなったら駐車場を求めやすくなるかな。ここだけなんかこう盛り上がってるんですよね。だし見通しも悪いし狭いし、360度どっから車が出てくるか分かんないって感じでめちゃくちゃ怖かったんですよね。で、あとこの縁石の部分も間がすごく狭くて内輪差で後ろぶつけないか心配だったんで、ここも広くしてくれるといいな。iPhone16 でバンタイソン撮ろうと思ったけど今日は見えないですね。ただこの5倍ズームでこの距離からでも観音様が綺麗に映るんじゃないでしょうか。すごい、こういうのもカメラコントロールのおかげで素早く撮れ始められる。これちょっと使ってみたら2倍の妨害は結構いいかもしれないですね。確かにこの2倍と5倍の組み合わせっていうのはいいかも。ただやっぱちょうど3倍が恋しいかなっていうのはありますけれど、結構なんか2倍ズーム対応してる気がしますね。まだ動画では使ってないけど結構静止画撮るときには使ってますね。まずもうちょっと5倍ズームをね、せっかく搭載されてるんで有効活用したいですけれども。2度寝ですかポーさん。また怒ってるし。なんで怒んのポーさん。5倍ズームです。怒んない。怒んなくなったね。怒んないでねっておやつをあげながら教えてるの。朝食。食べ物の写りはどうだろう。気持ち前より綺麗な気がしますね。美味しい食べ物も。なんかこれ塗ってあるのこれは。バターで焼いてあるの。すごい美味しいから。でこれ味変よ。これはそれ高級なやつじゃない？北海道で3年に1回ぐらいしか食べないやつ。美味しい。自家製パンと一緒にいただきます。なんかこれ子供の時にさ、これだったよね、コーヒー。覚えてるよ。キーコーヒーの缶。うちよく買ってたキーコーヒーでしょそれ。なんか懐かしいね、やっぱ匂いが。私とお父さんが、独身の時からキーコーヒーが好きで、キーコーヒーを買ってたんだよ。これどこで売ってんの？普通に河内とかで本当に？売ってたんじゃないかな。なんか懐かしい匂いがするよ。そっか。だからいろいろ凝って豆買ってたけど、結局これもうまいよねってことになって買ってきたんだよ。ちょっと俺飲むの久しぶりかもしれない。ちょっと美味しかったら講演しようかな。でそんな凝った豆よりはちょっとないでしょ。なんか最近豆じゃなくても粉でも十分美味しいなって思えてきたし。河内とかで売ってる、なんか UCC のスペシャルなんとかとかそういうのも普通に美味しいよねってなっていろいろ飲んだ結果。たまに豆から引くのはいいけどさ、もう日常的な普段だったら粉でも十分だよね。粉。こういうの意味なかったかな。粉だもんね。すぐ飽きるだろうけど。ポーには寒い？ちょっと風が寒いよ。5倍ズームインコ。ちょっと違うんだよね。はい。最後ができないんだな。はい。終わった。いや今処理中。処理中。どうぞ。上手だね。確かにこれ昔の味かもしれないね。覚えてるよ。すごいね。これにしようかな、コーヒー。めっちゃ美味しい。原点回帰ですね。
これでコーヒー好きになったのかもしれないからね、子供の時からうん飲んでたから。これあんま高くないでしょそれ。どうなの、お父さんに聞いてみる、うん量が多いんじゃないかな。 400g ぐらい入ってたよって書いてあった気がするけど。袋のやつうんも安いけど、いくつ入ってる？うん320、 320。これにしようかな。忘れないうちにこれね、おっこさんへのお土産出かけます。今日も桜見に行きますよ、みんなで。違うメンバーで。やっぱカメラボタンで、カメラコントロールで一発で起動できるのいいかも。シャッターにはねあんま使わないんだけど、起動に便利かもね。よし、ではこの iPhone16 Pro で今回はカープレイ使って経路案内で行きたいと思います。初カープレイ、カープレイは初じゃないけど、この携帯で初めて。やっぱこれサブの iPhone あるのはいいかもしれない。今 iPhone13 Pro で撮ってますけれども、これねカープレイつないでる、有線でカープレイつないでる時って多分車のマイクにね通話時のためにつながっちゃって、ビデオ撮る時もね音取れないんでね、だからサブの iPhone あるとこうやってメインの16 Pro 使ってでも撮れるんで便利かも。ということでこれから、今日花見するメンバー、祖母たちですね。こっちに住んでる方の祖母たちと行くんですけれども、あとその家族ね、その人たちをこれから拾って、それから北方の桜を見に行きます。今日は楽しみ。あとやっぱ運転時このサングラスめちゃくちゃ快適だと思いますよ。やっぱね眩しい日はサングラスかけた方が安全だと思うし、そうこれいいのがね、やっぱトンネルとか入った時にパコってできるからね。明日福島まで運転する時もちょっとこれ使うの楽しみ。土湯峠でトンネル入った時にさ、パコッとこうやってそうだね、で眩しくなったらまたこう戻すと。風が強くない時はね。まあ車乗ってれば大丈夫。うんだから運転の時はもうこれめちゃくちゃ活躍できるぞ。よー久しぶり。大騒ぎだな。お土産持ってきました。どうもこんにちは。おお久しぶり。急に行けなくなっちゃったんだね。急でないの。あ急でないの、うん、あ行くって言ってたじゃん。行くって私はほら。聞いてから連絡よこせばよかったの。そうだって聞いてから連絡よこさないとまだいた予定あるかもしんないじゃんあっちも。まあいいけど、じゃあはいお子さんもお土産。あら、何これ。ここが好きだと思って借りて。ありがとうね。今福島屋がダメで、一平もこの調子だと無理かね。バイクの人たちがかなりそう、バイクの人もねえ、一平厳しいか。じゃあ味平日なのにね、土日はもっと大変ってことだよね。はい、なかなか後ちょっと音声案内のやつで戸惑って長旅でしたが、味平に着きました。嘘、終わってた？まさかの終わり？ここあんまり混んでるイメージないんだけど、やっぱりしだれ桜の影響でしょうか。これどうなんだろうな。これ今のことかな。どうなんだろう。とりあえず入ってみるかな。うわ、中でもめっちゃ並んでる。なんと前で座ってたお客さんでスープが終わりで、うちらから終わりだって。そんなことあるんだって感じだけど、なかなか面白いな来た方。じゃあ塩川だね。はい、ということで菅井食堂、バイパスの方の店舗行ったことあるんですけど、こっち初めてですね。ただ並んでますが、駐車場も1台空いてたし、もうスープがあればもうここで食べちゃった方がいいかもね。並んでるけど。外町6組町。やばい、もう2時近いね。ごめんね、お腹空いたでしょ。お腹空いたっていうより買い物しなくちゃならない。そっかそっか。
と4組ですね。あと4組。30分ぐらい待ったかな。確かに美味しいね。来た方は美味しい。水が。だからラーメンが美味しいんだよそれはあるね。ね。メニューもね、うん。美味しいので待ち時間も水で楽しめるよ。もつラーメン定食、背脂トッピング、すごいね。これはまた価値あったかも。麺はね出した方がいいという。はい、やっぱ背脂トッピングでだいぶ変わる。こってり系食べてよかった。やっぱ北方ラーメンはこってり派ですね。よかったね。もう終わりだって。アイスラテ。買い物完全爆睡しておりました。寝起きのコーヒーはうまい。寝てた。よかったな。眠っ。よいしょ。大丈夫かい。りょうさん暴れすぎだよ。おお、元気いいな。さあインコの餌調達。寝てる。やっぱりオカメインコはどこのオカメインコも寝てるね。カメちゃん水浴びしてるよ。白原でけえな。ブーブー鳴くの。 YouTube だと結構ちっちゃく見えるんだけどね。ふう。やっぱインカメも使えるかもな。ちゃんとご飯食ったかボーインコ。なんかそうこれ東京の有名なやつなのかな。東京卵、ごま卵。その前に Amazon。母親のね iPhone16E のフィルム、この私の6 Pro のケースとフィルムと一緒に頼んだんですけれども、この6 Pro のケースフィルム、そして 16E のケースは届いたんですけど、フィルムがなぜか別に来たんですね。同じブランドのやつで、多分これ父親のピクセルのやつですけれども、ピクセルのやつも多分来たねこれ。そうか。ピクセルがないのか。後で父親のピクセル 9A にも貼らないと。今回もダメだ。これもダメ。失敗する確率高いな。16プロ初めて固定しますね。16E。一回。傷ついたのかと思った。ゴミだね。ゴリがね。安定の2マソですよ。セット内容物は私の16プロの時と同じだと思いますけれども、滑り止め、ガイド枠、説明書、あとこれもこれあれですね、このシールとあれの保護しほこり取りシールとマイクロファイバーの布。でもこれあれだね、エンボス加工されてないよこっちは。だからちょっといいスマホのやつは中にもいいのかもしれない。プロのほらエンボス加工がされてないよ。なんだ。それがね。そうだからいいスマホのやつはって何それ、差別された。いやそういうつもりではないんだけどね。とウェットシートね。でフィルム本体、こんな感じですね。16位のやつはベゼルの黒い縁のやつはないですね。ちょっとインコがなんかすごい騒いでるんだけど、ほこり舞うからやめて、坊さん。ちょっと
なんでこのタイミングでさ騒ぎ始めるのポンさん。ここに入ってもインコのせいだからね。インコさんちょっとインコさんちょっと落ち着いてて。おやつはポンさん。なかなか大変な鳥。じゃあいいよ、後であげるから俺のマイクロファイバーのあれあげるよ1枚。もらったよね。うん？あげたっけ？もらったと思うよ。あ、ほんと。ごめん。騒がしいね。もう冷蔵庫に入れないといけそっか、ない。もらったよね。大変だ。あれ、吸着が。おお。おお。OK かな。お。16E もフィルム成功です。これはね、ケースも2マソのものなんで、干渉とかもなく、いい感じですね。はい。お、指触り、手触り、もういい感じ。成功。うまそう。ごまた、うまそうってまだ、中身の実物は見えないけど、うまい。めちゃくちゃごまだ。特定の被写体があるときに、背景のぼかし方を調整できる。それで、ポンにする？ポートレートでここの F っていうところをやると、これ背景のボケ方、こういう、こうやって。値を小さくするほど、誰も検知されませんって書いてある。値を小さくするほど、いや、そんなことない。物でも何でもいい。で、それをね、撮った後に調整することもできるね。背景をボケさせたけど、やっぱり、ボケてない方が良かったなと思った時も、再度調整ができるっていう。今、バンダイさんが綺麗に見えてます。これ iPhone 16 Pro の5倍ズームで撮ってますけど、確かに5倍ズーム活用できるかも。マンションの最上階に来てみましたよ。こっから結構カメラのテストできるんじゃない？さあ、まだ夕飯まで時間あるんで、午後散歩。夕方、もう5時半ですね。再び散歩です。なんかこれ、山田電機の跡地、なんかゲームセンターというか、なんかクレーンゲーム専門店になったみたいですよ、これ。なんかすごい人気らしいです、今、オープンしたことで。まあ、できた、もうどんどん入っていくし、できたばっかだ。うわ、すごいことになってるな、なんか、できたばっかだから混んでるのか、どうなのか分かりませんが。で、1階はなんか、本当だ、ガチャガチャ1階がガチャガチャになってて、カプセルトイの。で、2階が全部クレーンゲームらしいです。アミューズメントパーク、アイクレーン、バイオタチューっていう、なんかチェーン店なんですかね。初めて見たんですけど。で、このマックハウスの隣のセブンイレブンはうな丼、うなぎ弁当屋さんになったみたいですよ。一番ちっちゃいので1600円、大きなだと2600円っていう感じ。会津若松もいろいろ変わってます。
5倍レンズ結構使えますね。気に入りました。ビヨンドール覗いたら安くなってたレンコンチップス衝動買いしちゃいました。今夜のつまみですね。おクリアケースかと、あれフィルムは入ってない一緒に。一緒入ってんだ。一緒のやつのはずなんですけど。ピクセル 9A 用。あ、そうなんだ。これでついてなかったら泣くな。お、ついてそうだねうん、ついてそう。よかった。トイレ。もしワンナイト入ってなかったら泣くじゃん。お、すげえ。おー、フィルムちゃんと入ってて。ケース、お、いい。クリア、あ、しかもこれマグセーフ対応じゃん。アンドロイドなのにマグセーフ対応ケースだ。怪しいけど。怪しすぎますね。さあ、わからん。いや、だってアップルの独自企画なの、マグセーフって。癖ですよ。なんか中国からね、人に送られてきたとかないの？お、ちゃんとフィルムも入ってますね。ちょっと、貼ってみます。一応、おう、はい。なるほど。あ、このカメラの位置合わせればいいんだね。こっち。あ、アンカーみたい。ハッピー？ノットハッピー？お、気泡の抜け方はいいっすね。はい。なんだインコが、これなんでフィルム貼り始めるとわざとやってんのかな。もうフィルムは貼りましたよ。うん。あとはケース。うん。おう。こんな感じ。あ、かっこいいじゃん、背面。こんな、できましたよ。ちゃんと Google マークが。Google マークがちゃんと真ん中に来てる。お、本当だ。ありがとうさん。はいなるほど。ありがとうございました。はい。よかお母さんったです。忙しい今日は。ドブロックは誰なの？おっことおか俺飲んだら帰ってこれなくなっちゃうからね。あ、でも甘酒は飲んだよ。残念だったね。あ、ついた。結構磁力もあるし。あ、でしかも充電もされてるよ。充電対応してんじゃない？あれあれじゃない？ワイヤレス充電でじゃない？何も勉強してないで買ったのに。すごい。すごい翔太。ピクセルなのにマグセーフ対応。今度しよう。まさかの。本当に充電されてるし。こんなんビヨンってなってて大丈夫なの？でもこのビヨンっていうので充電消費そうだよね。すごっ。よかったね、お兄ちゃんに遊んでもらってよかったね。ゼロ次会始まってた。じゃあ飲みます。あ、この前のタコの余り？うん、新しい。あ、新しいやつ。あ、すいませんね。梅味です。今度で、梅味。ローストビーフも。うん、前かもよ。なんか騒ぎ始めた。うわこちら座ってんだけどな、ねお母さんいないとダメなのかな。すごい、どんどん出てきた。ウインナーも。すごい。まだあるのすごいね。今日はおばぶる前でよ。ね。お父さんで昨日マラソン完走祝いで。もう、ビールに合うもの特集。ビールのなんかすごいの出てきた。すごっ。ちょっと美味しいビールにしようかな。
うまそう。3本目はこれなんかクラフトビールです。インドの青鬼。めちゃくちゃフルーティー、鮮やかな味というか、美味しい、なんか植物的というか、美味しい美味しい。ビール買いに行っても何買えばいいかなかなか選べないからね。黒ビールは普通のビールは安いけど、これはちょっと高いけど、東京クラフトね、これ高いけど美味しい。うん、東京クラフト。あ、すごい、なんか会津の味がするね。やっぱこのチャーシューを使ってるからかうまっ。ね。美味しいよね。うまい。うんネギもチャーシューがいい。うんネギも取れたてだし。これ北方の町でも売れるよ。売るか。うん、見た目からは想像できない地元の味がする。うまっ。美味しくて2つ目です。子供今日買ってきたトブロック、南会津とか田島だっけはい。らしいです。只見あ、只見ね、あ、ただみか。らしいです。お、すごいね。これちょっと試飲をあそこで我慢したんでちょっと飲みますよ。超うまいんだけど、すごいね。あ、うま辛口でよかったんじゃない、やっぱり。そう、旨辛口買った。めちゃくちゃ美味しいよ。パスタで焼こうと思います。おー、いいね。じゃあ楽しみにしてます。じゃあ翔太のジン飲むかと。北海道のうん、それと一緒にジン飲めばいいんじゃない？だってお母さん。合いそう。カットして一つになっちゃったと。あ、でもすごい、もう食べます。でさすがにクラッカーで作るのは難しいか。日課しそれ美味しいよ。いつも売ってるわけじゃなくてね、見つけたら買ってくるようにしてんのよ。どんなおっさんだよ。あ、いい匂いするこれ。でしょ、香りもいいんだよ。どれ？お母さんダメだっつってんのに。ちょっと一口。いや、いっぱいは飲めないから。風呂入ってダメだよ。うまいでしょ。うまい。これめちゃくくちゃ好きなんだよ。でもこれ炭酸で割った方がいっぱい飲めるような気がする。うん飲みやすくしたサファイアジン。そうこっちの方が美味しいよね。こっちの方が美味しい。最初ササファイファイアアジンはちょっジンすと尖っごかった。尖ってて、でうんも味が。あれ美味しかったよサファイアジン最初。初めて食べましたね、エビマヨネーズ味。あ、でポンデケージャン懐かしいね。あ、そうなんだ。仙台もドンキに行けば手に入るのかな。大好物なんだけどね。うん。あ、そうなんだ。ちょっと仙台でも探してみようかな。見たことないからね、ポンデケージョなんて冷凍食品。お、じゃあ飲む。飲んじゃっていいのね。飲んじゃって悪いけど。へえどっちも飲まれるんだよね。ぬらり。美味しくないわけじゃなくてタイミングがないの。あ、そうなんだ。じゃあ飲んじゃおう。すごい天気いいね。おはようぽーさん。あ、久々にこの飯盛山の方面に散歩に来てみましたけど、ここシャトレーゼの看板がついてますね。そう、ここがシャトレーゼになるって言ってずっと工事をしてたんですけれどもね、ついに看板がついてオープンしてんのかな。4月23日って書いてありますね。10時書いて、すごい、明日じゃん。明日書いてみたいです。よっぽさん、朝食大好物のサンマ汁です。お兄ちゃん、片付けしないといけないからね、ポイント。おとなしくしててね。片付けないと。
なんとか OK かな。もうこの荷物だとやっぱこのスーツケース持ってきてよかったです。多分こいつがずっと悪さしてるんで大変。5倍ズーム。父さんバイバイ。帰っちゃうよ。バイバイ。ウロポーです。バースデーおお、乗った。どこに置くの？昨日買った酪農カフェオレ。あ、機材ねえかな。ここでいいかな。ここ。そんな急ブレーキかけなきゃ。おお、バンダイさん綺麗。道の駅猪苗代。福島駅到着。もう3時だよ。心配になるぐらい駐車場がついてますね。とりあえず電車の前にお昼ご飯。この袋をマイバッグ取り出した衝撃でモバイルバッテリーが結構傷がいってしまった。まあしょうがない。同じポケットに入れててね。前も福島駅、ここの駐車場で前もモバイルバッテリー落としたな。昼ご飯はここです。もう3時だけど北海道かな。大盛り無料なのすごいでしょ。北海道です。カニがうまそうだなこれな。で三色丼どちらも大盛りです。で味噌汁もこれお借りできるからカウンターに持ってけばいいじゃない。新しい16位で綺麗に撮れた。母親がここのドリンクが気になるってことでアロハ浅い、これが期間限定なの？すごいおしゃれな席。アロハプアアイアロハハワイ。この店何で見つけたの？あ、そうなんだ。
紹介してたの。すごいのが来た。アサイーボール。取れてない気がする。どうして？なんか、動画？なんだっけ、やめてココナッツパウダーみたいなのかかってるのにしてみました。そもそもどういうやつなのかわかんないんだけど。わかんない。これなんで取れないんだけど。なんで？ 0000ってなって。あ、それはね、どうしたら？あれなんだろう、その表示バグってんのかななんかバグるね今日。iPhone6E どうしたんだろう。すごい。多分私一人では買わないような、ちょっとおしゃれですね。アサイっていうのは果物なんだ。初めて食べたわ。美味しい。あっさりしてて確かに体に良さそう。じゃあスーツケースを取りに一回戻って電車乗ります。4時10分。あ、いないんじゃない？持って帰って食べるよ。捨てちゃわない？そうだね。じゃあそれはそっちにするわ。うまく。いや、この75リットルのスーツケース満杯です。すごいね。よし、改札の中に入ってきました。あ、ちなみにね、そうもう福島駅もなんかエスパルの改札が完全キャッシュレスというか切符使えなくなったということで、私もなんだっけ、モバイルスイカあれ登録したんですよね。ただですね、前の携帯で登録したのがね、こっちの iPhone16 Pro にうまくまだ引き付けてなくて、パスワードがね分からなくなっちゃってね、それでねなんかごちゃごちゃやってたら結局移行できず、今回もねせっかく登録したんだけど切符を買うことになってしまいました。まあ次回からですねまだ発車まで15分もあるし、この今4時ぐらいなんでね、余裕で座れるわ。今日も JR 東日本爆睡してましたよ。仙台到着。相変わらず混んでますね。乗り換え30分近くあるんでビール買っちゃいました。朝日のザ・ビタリスト。苦味を愛する大人の味わい。沈め状態ですよ。いやなかなかのすし詰めで歩いて帰ってもよかったぐらいの労力を消費しましたが、とりあえず着いた。ちなみに駅のキオスクで買ったこのビールめちゃくちゃ美味しいですね。明らかにね濃いんですよね。濃い。そしてね黒ビールみたいな味なんですよね。多分黒じゃないと思うんですけど、夕飯はバジルパスタとオニオンスープ。さてシャワー浴びてご飯食べて荷物片付けて8時くらい、この日課で買った美味しいウイスキーのお供にこの福島駅で買ったフライドパスタスナックアヒージョ味。想像よりあっさり味で結構食べやすいですね。地元でドン・キホーテに行った時に新調したフライパンですよ。うちはねこの、フライパンとか鍋、このティファールの取っ手が外れるタイプっていうのを使ってて、ここに越してきた時にこの大きい、26センチだっけかなのフライパンと、なんか中華鍋みたいな深型のフライパンみたいなやつと鍋大小2つの鍋がついたセットを買ってたんですけれども、小さいフライパンっていうのがセットに入ってなくて、それがね必要だなと思って、これもねもう本当に3年ぐらい使ってるニトリで1000円もしなかった。すごいIKEAだったかな、ニトリだ、多分ニトリじゃないかな。めちゃくちゃね多分800円とかで買った899円とかで買ったフライパンなんですけど、見ての通り焦げまくりで、表面もね
これちゃんとしっかり食器洗剤で洗ってるんですけども、油分がもう取れなかったり、コーティングがダメになって、あと、変形して、ぐにゃぐにゃだし、とってももう外れそうっていうことで、小さめのフライパンっていうのを探してて、で、そう、ちょうどドンキホーテで、実家もフライパンが欲しいということで、あ、そういえばうちもちっちゃいフライパン欲しいんだよね、みたいな話になって、結局私も買ってきたっていう。そう、これがね、本当は5000円ぐらいするんですけれども、半額になってて、それが決め手で買ったティファールの、これ、あれですね、卵焼きとかを作る用の四角いフライパンなんですよね。こんな感じのやつですね。こんな感じ。サイズも、これより、むしろ少し小さいぐらいですね。てか、もっと小さくてもよかったんですよね。とにかく小さいものが欲しかったので。サイズ感もちょうどいいし、もちろんこのティファールのこの取っ手もね、こっちかな。こうやって付けられるんですよね。っていうので、これで私の家にある鍋、フライパンすべてティファールの取っ手が外せるタイプになりました。もちろんティファールはもうコーティングも、これもね、3年前、4年前かな、もう。買ったこのティファールのフライパンたちが、もうほぼ毎日使ってるのに、コーティングの、これね、さっきパスタ作った時の油もしっかり跳ねてるし、もうティファールめちゃくちゃ信頼を置いてるんで、もうこれで、ね、楽しみ。で、こういうのだとね、下に、液体が溜まった時というか、盛り付ける時にこういう角から料理を注ぐことができるんで、そういうのも便利かなということで、早速明日の朝これで、最近はモーニングサーブと卵を焼いて、フライパンのまま食べるっていうスタイルなので、毎朝使うんですよね。あと、パスタのね、ペペロンチーノのソースを作ったりとかね、そういうことにも使うんで、ちょっとこれは明日からの料理がまた楽しくなりそうです。これ昨日北方のしだれ桜を見に行って、駐車場出るときに寄付金1000円を払ったときにもらったステッカーですね。いきなり1000円取られたっていう、びっくりした思い出のあるステッカーなんですけれどもね。しだれ桜のね、でもちゃんと整備に使ってくれるんであれば、いいかなという感じですけれども。朝片付けてる時にインコに食われちゃいましたね。最近うちにあったステッカーたちを、マグネットのシート、100円ショップに売ってるハサミで切れるやつに貼って、こんな感じで冷蔵庫に貼ってるんですよね。こういうね、ステッカーとか、結構ね、いろいろあるんですけれども、なかなかね、ステッカーって一回貼ると、剥がせないし、こういうのを、iPhone とか MacBook とかに貼っておしゃれにカスタマイズしてる人もいるんですけれども、その MacBook とかって永遠に使うもんじゃないし、売ったりするときに手放さないといけないし、価格も安くなっちゃうかなっていうので、でもこのマグネットにするっていうアイディアを思いついてからは、こうやって、いくらでもこうやって移動してね、今冷蔵庫に貼ってますけれども、マグネットがつくとこだったらね、どこでも移動できるんで、最近これハマってるんですよね。100円ショップで買った、100円でこの A4 サイズのマグネットシートですね。ハサミで切れるやつ。これに、こんな感じで。でもこれ、ポーが、インコがかじったところが、下地の青が映っちゃうな。この余白の部分、少し剥がして下に貼ればいいか。この上から貼って。いいんじゃないですか。インコの歯型というか、くちばし型もついて。これをハサミでちょくちょく切っていくと。ペタッと。いいっすね。これ結構おすすめですよ。こういうステッカーとか溜まってる方に。これ曲線をね、カッターよりハサミでやった方が結構うまくいきます。で、恐る恐る慎重にやると逆にガタガタになるんで、もう勢いでスーッといっちゃった方が意外と綺麗になるというね。さて、この新しい iPhone 16 Pro で2日ぐらいかな、Vlog 撮ってみたんですけれども、ちょっとね、どれだけ映像が良くなったかっていうのが気になるんですけれどもね、この iPhone のディスプレイじゃ細かいところまで見ることできないんで、すでに今回の Vlog の素材はもうこの MacBook に入ってるんで、ちょっとこの
ダヴィンチリゾルブ、読み込ませてちょっと見てみたいと思いますね。撮影してる間もどれだけ画像が良くなったかっていうのがすごい気になってたんですけれどもね、初めて大きい画面で見てみますよ。これ初っ端から超広角で撮ったんですよね。超広角の、ちょうどよかった。これ、ちょうどですね、これ、最初のこのカーテンを開ける時の映像、ちょうど超広角で、しかも暗所っていう感じですけれども、これ綺麗ですね。ノイズが明らかに減ってます。メインの広角レンズ、カメラと比べれば、確かに画質は劣るんですけれども、もう iPhone 13 Pro の時は、暗い場所で超広角で撮ると、もうノイズがすごくて、もう使い物にならないようなクオリティの映像だったり、手ブレもすごかったりしたんですけれども、あれだね、ちょっとさっき、これ東照宮駅で撮った映像。やっぱり解像度感は少し低いかなという感じがしますね。ノイズとかも、でも、ノイズはだいぶ減って、全然使えるレベルの映像にはなったかなっていう感じですね。あんまり長く見てると疲れるかもしれないけど、一部分になら使える映像かなと。全然、13 Pro と比べたら全然いいですね。もうこれすでに進化を感じてる。やっぱ iPhone のプレビューじゃわかんない細かいところも見えますね、この27インチのディスプレイで。超広角、もう超広角カメラ大好きなんで、Vlog でも対応してると思いますけれども、これ暗所で13 Pro よりは使えるかなというような感じはいたしますね。これ昼間撮った映像ですね。16 Pro の、13と、13よりも映像はいい気がするんですけれども、サイドバイサイドで比べたらもうちょっと違いがわかると思うんですけれども、それはレビューチャンネルの方でやろうかなと思ってるんで、いいんですけれども、このやっぱ超広角レンズって、やっぱり、メインの広角レンズとかより性能が劣るから、解像度感が結構低かったりしたんですけれども、16 Pro は13 Pro に比べて、結構解像度感が広角レンズでもしっかり出てるような気がしますね。で、手ブレもね、多分この時あんまり意識してはなかったと思うんですけれども、多分手ブレ性能も上がったんですよね。13 Pro の時、13 Pro もすごく手ブレ性能が高くて、iPhone 12とかから搭載された、手ブレ補正強化されたじゃないですか。12あたりで。それが入ってるので十分いいんですが、16 Pro はよりスムーズで見やすい映像になってるかなと。全然気をつけずに、適当に撮ってた、もう朝寝ぼけて散歩してた時の映像だと思うんですけどね。全然いいよ。昼間は明るい場所であればもうバリバリ超広角カメラ使え、綺麗だな。やっぱめちゃくちゃ綺麗だわ。この、2160×3840 という解像度は変わんないんだけど、それでも解像度が上がったような感じがするっていうような感じですね。でもより、メインの広角、これ超広角ばっか使ってますね。普通の標準の広角レンズの映像が、これとかそうかな。これとかも。やっぱいいですね。やっぱ手ブレ補正が結構良くなった気がしますね。13 Pro の映像に比べて手ブレが少なくなった気がしますね。こっちもよりパキッとしてる感じがしますね。で、これ多分インカメラで撮ったところですよね。インカメラめちゃくちゃ綺麗だな、インカメラ。これ、インカメラだいぶ進化したんじゃないですか。13 Pro の時はね、そもそもね、あんまり私はYouTube の撮影でインカメラはあまり使わないんですけれども。インカメラはね、これも別に、多分13 Pro も 4K 撮れたんですよね、インカメラで。なので、解像度は変わってないと思うんですよ。ただ、もう全然写りが違うっていうかね。これインカメラこんな綺麗だと思いませんでしたね。せっかくだから撮ってみるか、的な感じで撮っただけだと思うんですけど、普通にメインのカメラとして使えそうな性能ありますよ、これ。すげえな。インカメラすごいです。もちろん物撮りも綺麗ですよ。というような感じですよね。インコン起こってるところも
撮れてると。やっぱ暗証で結構明るく映る気がしますね。暗証性能はやっぱり上がってるのかと。あとこれあれですね。5倍ズームレンズ。これもね、これもちょっとね、正直なんか、iPhone のプリビューで見た感じだと、ちょっとノイズが多いかなと思ったんですよね。確かにちょっとね、ノイズは多い感じします。5倍ズームレンズ。ただ、全然、使えそうな映像であるし、そもそもフルの解像度を保った状態で、スマートフォンで5倍ズームできるっていう時点ですごいんで、もうこれは十分すごいと思います。これ標準ですね。食べ物も美味しそうに映ってると。これも5倍、これ多分2倍ですね。2倍なんですけど、iPhone 16 Pro 2倍ズームは、無印の16もそうですけど、デジタルズームなんですよね。クロップズームなんで、普通は、クロップしちゃえば解像度が落ちて画質が悪くなってしまうと思うんですけれども、16 Pro とか16、15もかわかりませんけど、そもそも48メガピクセルの超高解像度カメラ搭載してるんで、2倍クロップして、やっと1200万画素っていう iPhone 13 Pro と同じ画質になるんで、これ、クロップズームしたとは思えないですね。これクロップしてるとは、デジタルズームだとは信じられない。そして5倍ズームにもなってた。5倍ズームもかなり綺麗。すごいね。やっぱ確実に進化してることは分かってましたけども、肌で感じましたね。さすがにノイズとかありますけどね。でも13 Pro よりは良くなったんじゃないかなっていう感じはあるんで、全体的なクオリティは上がるんじゃないかなと。かなり期待できますよ。